次行きましょう。隠れた名プラグイン的なのがあれば知りたいです。隠れた名プラグイン。これはね、めちゃくちゃたくさんあるから、ちょっと紹介していきたいなと思ってるけど。いや、いっぱいあるでしょ、多分。まあ、さっき紹介したブラスファリ。ブラスファリは本当におすすめのプラグインの一つかな。あと、隠れた名プラグインでしょ？クアンタムかな。Waves Factory のクアンタムっていうプラグインがあって、これはね、ちょっと面白い。例えばここにベンジェンスのループがあります。ここにベンジェンスのループがあるとして、でクアンタムにこうやってそのアタックの情報とサスティの情報が両方ちょっと分けてあれされてるんだけど、このアタックだけをなくすことも可能だし、アタックだけにすることも可能っていうプラグインで、アタックとそのサスティにそれぞれ EQ だったりコンプとかもいろいろかけられるっていう結構便利プラグインがあって、サスティンの方に何も影響を与えずにアタックの方のこの EQ だけちょっと上げられるよみたいなこともできるし、これがもっと細かい系のなんかないかな。これだから要するにそのトランジェントとかもだけを抽出することができるみたいな。そうね、トランジェントシェイパーみたいなところが多いかな。ちょっとはい、エイブルトンにもあるのこういうの。エイブルトンやったらトランジェントをビートのワープのモードで抽出できるんで。ああ。こういう風にね。これで。これにそれぞれエンハンサーとかかけて結構面白いことがいろいろできるだろうな。まあライブじゃない人たち用かなこれはしたら。そうです。単体でこうエフェクトかけれたりとかっていうのは結構めんどくさいんで。ああ。便利ですよね。このサスティンのこの音が低音うるさいからアタックだけディレイかけてって時に便利よねこれ。いいですね。ピッチシフターとか。まあちょっと面白い感じのプラグインなってるね。あとはやっぱリフトかな。なんだかんだで。リフトね。これは一番使ってる、本当に。意外と知られてないけど、これは多分、なんて言えばいいんだろう。エフェクト界のセラムみたいなとこあるよね、これ。これは本当に、一番使ってるプラグインだからおすすめ。おぬぬまします。エフェクト系の中だったり、なんか、音作りするときに多分、即戦力になるプラグインやと思いますね。そうだね。本当に、なんだろう。ただの層がさ、めちゃくちゃ分厚いパッドになったりするから。しますからね。一番使える。こう、自分が持ってる、買ったプリセットとかに、もう、そのまますぐリフトさしちゃって、こう、リフトの中のプリセットをこう、ぐにゃぐにゃって。そこからまた選んでやると、こう、新しい音になったりするんで、こう結構早いですね。作業自体もこう、早かったり、こう、思わぬ音がこう、発見できたりする。おすすめです。一番使えるのはベースかな、やっぱり。ベースのね、何でもニューロンになる。何でもニューロン。何でもニューロンになる。ただ、ミックスが若干難しくなる。ディレイとか、サチュレーションとかも、自動的にかかってるわけだから。あと、刺しただけでちょっと歪むのが良くないかな。それだけ若干気になる部分ではあるけど、あんまり、これがあるから嫌だみたいなとこはない。むしろ一番使ってるプラグインだから、
この3つ4つぐらいかな。まあこのブラスファリー、リフト、あとシリカ。クアンタムとシリカか。シリカは、クッシュオーディオというところが出している。最近やっぱ押してますもんね。藤子さんが。そうねクッ。シュオーディオ。これ結構歪むタイプのコンプレッサーで、ダイオードっていうタイプのアナログの歪みをエミュレーションしたタイプの、まあ、プラグインなんだけど、結構この歪み方が特徴的で、キックとかを歪ませるときにシリカを使うと自動的に良くなるみたいなところはあるから、よく使ってるプラグインかな。クッシュオーディオの VST はなんか全部結構お求めやすいというか、そうだね、クッシュはすごい安い。安いんで、シリカも1万円くらいとかで多分買えるんじゃないですか、で、同じクッシュオーディオが出してるエレクトラ DSP。これも EQ なんだけど、クッシュの。すごいなんか、こう帯域をパッと選んで、パッとブーストしたらすごい、なんて言うんだろう、明るくなってすぐ音を明るくしたり、すぐ音を暗くしたりできるから。しかもかなり EQ の質が良くて、なんて言うんだろう、まあダイナミック EQ とかで、帯域指定してやるのがちょっとめんどくさいなって人に結構、さっと、ハイ、ロー、ミッド、ミッド、ローで切れるから、すごく便利な EQ の一つ。でもこのくらいかな。隠れた名プラグインっていうと、名プラグイン。エレクトラ DSP、シリカ、リフト、ブラスファリ、クレフグランドの。クアンタム。この5つが個人的おすすめの、この5つこれだね。僕が使ってる中でも結構隠れ名プラグインなんじゃないかなっていう。特にリフト。一番使ってるプラグインって感じですか。リフトはなんか若干有名な感じもしますけど。そうね、ちょっと話題になってたね、リフトは。それ以外のやつはあんまり多分意外とみんな知らんのじゃないかなっていうふうには思う。そうだね、クッシュオーディオに関しては意外と知ってる人少ないから、少なそう。広めてはいるんだけどね。あとブラスファリに関してはちょっと、これも知ってる人は少ないかな。これはもう聞くまで知らなかったんでね、こんなあることすら。あと、そう、インストゥルメント系のメイプラグインみたいなの1個だけ、クレフグランドで1個だけスカカ。クレフグランドのスカカというプラグインがあって、これはね、こうやって BPM に合わせてシェイカーを振ってくれるプラグインで、こうやっていろんなものを重ねたりしてね、こうやって。こういう風に、いろんなシェイカーを同時に鳴らせるっていうプラグインなんだけど、このプラグイン一つだけ致命的な欠点があって、二つか。スイングができないのと、ハーフテンポができない。だから、これハーフテンポでこれ、例えば 216bpm の曲作ってる時にこういうのやりたいなって時に、108じゃないとできないから、108のプロジェクト立ち上げてこうやって録音しなきゃいけないっていう。それかもう、この状態でサンプルバウンスしちゃって、サンプルをもう、速くするか遅くするかみたいなところ。そうだね。サンプリングしちゃうか。こんな。スイングできない。確かに。エイブルトンだと、サンプルでもスイング、というかグルーブを、こう、補正みたいなのがあるんで、一応、回避できるっちゃ回避できる。あれもあるか、スライス X あるからね、FL は。スライス X があるから、できるけど、ちょっとね、めんどくさいだけっていう。確かにめんどくさいですね。どっちにしろちょっとね、手間はかかるから。けど普通に使うんだったらスカカかなりおすすめなプラグインだから、こういう風に自分で、自分で組めるし。グリッド一応24にして、あれはできるんだけどね。間引いちゃえば。でもこれ全部でやるのもちょっとめんどくさいからね、また。確かに。使いたいやつ全部
一個一個やるのはちょっと現実的じゃないですもんね。ここもちょっと将来的に直してくれないかなって思ってる一個だけど。まあ結構これでシェイク。これで結構ね、シェイク、なんだっけ、スイングしてきたけど。これ何の音だ？あ、これあれか。だるいね。っていう風になる。じゃあまあ次の質問いきますか。次行きましょう。スネイルチャーアドベンチャーの開始5秒で使われてるフィルは何ですか？これフィル、サンプルパックじゃないんだよな。これ何なんですか？これはスネアを、どのスネアだったか忘れちゃったけど、こういう、まあ例えばこの、スネアがあるじゃん。このスネアを、こういう風に、こういう風にやったのが、こういう風にやってフィルにしたのが多分あの曲の一番最初のあれだから。なるほど。単純にスネアの音を、こういう風にピッチをね、下から上に上げて変えて、フィルにしたのが多分あの音かなっていう。なるほど。感じかな。じゃあ次ちょっと海外英語の質問の方もちょっと見ていきます。